ベです。1時ぐらいですかね、今。だから家帰ります。バス待つのあと15分ぐらいかな。今日はですね、香港の疫病対策についてお話したいと思います。今見ていただいて分かります。みんなマスクしてます。マスクしないで外を歩くと5000ドルですね。日本円で7万円ぐらいの罰金なんですよ。でこれは人がいるいない、近くにいるいない関係ないんですよね。2メートル空いたらいいとかそんなんじゃなくて、外ではしないといけない。だから自主的にどうのこうのとかというのがないんですよね。そもそも自主って何なんですか。自主やったら何にもできてないんじゃないかなと思います。もう日本のゆるゆるのああいう自主っていうのがよくわかんないです。本当にコロナ対策するんかどうかっていうのが、今日はですねそれをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まず最初にですね、マスクしてないのはですね、西洋人です。バカな西洋人ばっかりいます、本当に。本当にいい気になってますよ。あそこにもいます、一人女性が。本当に西洋人、なんていうかな、むちゃくちゃいい気になってますね。あいつら本当に、なんていうんですかね、よその人の国に来てそのところの法律守るという意識が欠けてるんちゃうかな思います。お前んとこの国でやっとるのはいいけども、こっち来てやんなと思いますね。本当にこいつらはもう排除してほしいです。本当西洋人、白人です。もう白人の頭悪さ、本当に協調性のなさ。いいように言ってね、個人主義とかなんか言いますけどね、個人主義っていうのは人が守らないといけないという土台の上で成立するものなんですよね。あいつらはっきり違いてます。もともと頭悪いんで、そういうことやと思うんです。もう一つはですね、香港ですね、もうこの地場感染がなくなって2ヶ月以上経つんですよね。でもマスクやめないんです。なんでやめないんでしょうかね。またここも西洋人1人います。サングラスかけたやつ、なんか食べてます。マスクしてないです。顎のとこにマスクやってます。いないですよ、この普通の香港の人見たらいないです。西洋人のこの多さやってマスクしてない、この多さね、ほんとどんだけ頭悪いんやお前らって思います。はい。でですね、まず60日間感染がないということはそうなんですけども、それより重要なこと、これね、国で一番重要なことだと思うんです。それを日本がおろそかにしてるから全然収まらないんですよ。というのはですね、これゼロにするのか減少させるのかっていうのが一番重要なことだと思うんですね。ゼロにしようと思ってるところ、香港はですね、徹底的にやってます。で、日本は減少させようと思っています。緑のやつです、アホなやつは。本当にこういうね、厚生米とか言うと外人というか西洋人のやつら多いんですけど、ほとんどしてないです。何を考えてるのか分かんない。まあいいです。そうです。なのでまず60日間ですね。60日間地場感染ないっていうのはですね、これ後のことなんですよね。一番大切なんです。外から来るのを防ぐんです。まず外から来るのを防ぐ、これを徹底的にやらないといけない。ここでですね、自主隔離とかですね、そういう曖昧な言葉使っちゃダメなんですよ。国が決めて、政府が政策を決めて、海外から帰ってきた人を監禁する、これがもうすごく大事だと思ってます。日本のようにですね、自主隔離してくださいね、みんな頑張ってくださいね、そんなんダメですよ。
要するに政府が行き届くところで隔離をする。隔離っていうのはですね、接触したらダメなんですよ。外出たらダメなんですよ。部屋から出たらダメなんですよ。そこまでやらないといけない。日本それやってないんですよね。やってなかったら市中感染当たり前ですよ。はい。で、隔離じゃないです。監禁ですね。監禁が香港は3週間です。ホテルに1回入るとですね、ホテルの部屋から出れない。ロビーとか行けるとかコンビニ行けるとか、そんなこと全くないです。でまずですね、香港入ったら GPS つけさせられます。 GPS がですね、あなたの携帯電話でリンクしてくださいの、そんな生優しいもんじゃないですよ。腕輪つけさせられます。これ切れないやつです。この腕輪で要するにシリアル番号が書いたってですね、でずーっと発信してます。これをつけてですね、ホテルまでですね、連れて行かれてですね、監禁されます。ここはね、鍵外から閉めるとかそんなのないんですよね。そういうのはやっぱり火事があったりですねして、責任逃れが、責任の所在明らかにしないといけないので、中から出れます。出る人いないです。移って罰金になったらもう本当にどうなるかわかんないです。注意だけじゃないですよ、本当に。一回ね、台湾でありましたけどね、外出たとか、マカオでも香港人ありました。勝手に外出たとか言ってね、なった人、シンガポールでもありましたよね。日本人がビザ取り消しになりましたよね。永住権も取り消しなかった。それぐらい厳しいことしないといけないということですよ。で、要するに3週間、香港は、政府の指定のところでですね、監禁されてます。外出れないです。1日3食外からご飯取らないといけないです。友達とかも来れません。ホテルの一番下のロビーのところにまでですね、届けることはできます。いろんな必要なものですね。ただいつ泊まってる人の部屋に配達されるのか分かりません。デリバリーも一緒です。暑いの来ません。暖かいの来ません。全部冷めたものしか来ません。ホテルは冷房きついです。はい。でですね、ホテルの部屋もですね、歯ブラシとか、当然歯ブラシの提供はもともと香港ないですからね、自分で持ってこないといけないです。水もありません。水も全部自分でです。はい。バスタオルとかも変えてくれません。はい。トイレットペーパー言ったら持ってきてくれます。そんなところでですね、3週間です。私は2週間の時にこれ経験しましたけど、2週間終わってからですね、歩けないですよね。だってなあ、どんだけですか、日本のあれで言うと、どれぐらいですか、20平米ぐらいのところにいるんですよね。無理ですよね。歩かれないですかね。まあそんなことでですね、まずここまでお話します。あと10分ぐらいあるんでお話ししたいと思います。ですね、そうだから毎回この外から来る人に3週間のホテルでのですね隔離を行う。その間ですね、6回ですか PCR 検査を実施する。はい、でですね、陽性だったらそのまま病院行きです。はい、それとですね、後で香港のですね、病床数もですね、日本とちょっと比べてみるような資料があればと思うんですけども、香港はですね、病院も全然逼迫してません。はい、公共病院もたくさんあります。私立病院もたくさんあります。ベッド空いてます。で、なんでかのかというとですね、やっぱり外から来る人止めてるんですよね。で、外から来れますけども、みんな監禁があるのでみんな行かないんです。はい、日本みたいにですね、今アホなやつらヨーロッパとか行ってます。本当に行ってます。アメリカやヨーロッパやなんか、いやずっと待ってたんです、我慢してたんです。我慢って何なんですか。
何も我慢してません、香港の人ら。それは香港旅行は行けませんよ。それ我慢じゃないじゃないですか。みんなで一生懸命解決しようと思ってるだけですから、我慢でもクソでも何でもない。今そんなことでですね、日本のなんていうんですか、3週間の隔離があって PCR 検査で3週間後にですね、なんていうんですかね、陰性やったらですね、そのまま解放されます。自分で帰ってくださいみたいなですね。はい、ホテル代も結構高いです。1日ですね、安いところ、私泊まったところはですね、1日400ドルです。食事も何もついてないです。全部入れて2週間でですね、だから4800ドルですよね。7万円ぐらい。食費がですね、だいたい1日2000円ぐらいと考えるとですね、2万4000円、やっぱり10万円ぐらいですね。はい、そんなんで行こうと思う人多分いないと思います。日本バカみたいにですね、みんな外行ってます。これらもですね、やっぱり日本に持ってきてるんですね。不要なやつら入らせない、行くやつは帰らせない、これ絶対重要です。これ1ヶ月やってみてください。日本すっごい少なくなりますよ。まあオリンピックやるの間違えたと思ってます。オリンピックもですね、絶対にその調べたら分かると思いますけども、影響があってやってると思います。それとですね、今日日本聞いたんですけどもね、QR コードがやってないんですよね。香港はですね、どんなお店でもどんな建物でもですね、先にですね QR コードでですね、自分の、情報をですね開示しないと中入れないです。日本それやってないみたいですね。それもそうですよ。だからね、日本はヨーロッパ、アメリカを見てですね、患者数、感染数少ない言ってましたけど、そんな何の意味があるんですかということですよね。一番管理ができてるところの数字を見て自分の位置を調べるべきで、ね、上見て暮らすな、下見て暮らすはダメですよ。そういうのも含めてですね、日本っていうのはとんでもなく今後進国です。本当に後進国です。海外に住んでる僕らみたいなですね、人たちはすごく憂いています。はい、みんなちゃんとできてないんですよ。香港でですね、そのお酒の提供とかみんなしてますよ。もうでも1テーブル4人でです。でも香港ってですね、すごく人口密度高いんですよね。東京の比じゃないですよ。本当に家賃も高いんですね。東京の比じゃないですよ。東京の何倍もします。家賃もですね、そういうところでやっていってるんですよ。日本でできないはずがないですよ。できない人、頭悪いだけの話です。そういうのをね、考えていただいてですね、日本はすごく遅れてると、対策できてないと、人の頭の中がちょっとおかしくなってるということをみんな自覚してください。すぐできます。日本やったら、日本人やったらすぐできると思います。政府に騙されないでください。一番政府がやらなあかんのは、海外にいる人が日本に来ないように。来るんだったら来てもいいですけど、3週間ホテルで自分のお金で換金してもらいますよということをしてください。それだったらすごく少なくなる。みんなマスクさせてください。マスクさせて、隣後ろ見て、左見て、右見て、人がいなかったらマスク外してください。バカなこと言わないでください。そうやったらもう外出ないでください。こいつもアホみたいなやつですけど、見てください。鼻くそ落ちながら歩いててマスクしてない、タバコ吸ってる。こんなやつが世界を変えたんですよ。変えてしまったんです。この鼻くそ保持がですね、世界を変えてしまったんですよ。僕らこんなアホにですね、世界変えられたら困るんですよ。本当に皆さん、こういうやつらに世界を変えさせられないようにしてください。中国から出てきたコロナウイルスかもしれませんけど、私が思っているのは白人が世界に広めたと思っています。もうこれ以上世界を変えさせないようにみんな頑張りましょう。おそらくアジア人しかできないと思います。東アジア人がみんな手をつないでですね、コロナには勝てると思います。アメリカとかヨーロッパにですね、こういうことを任せられるはずがないです。はい、僕らで頑張っていきたいと思います。日本はですね、
ヨーロッパ、アメリカ見習わないでください。あいつら何もしてないですよ。私はそれが言いたかったんです。今日はこういうふうな動画でした。よろしくお願いします。ゴーゼーベイからでした。